無活時間の記録 Vlog。今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー119新 SD 戦国伝伝説の大将軍編のキットガンダムマーク3を作っています。1993年に発売されたキット。まずは塗装その1、軽装タイプを製作する塗装動画です。素組みで作ったパーツはミスタースーパークリア艶消しを吹きかけ塗装の下地を作ってあります。塗装の様子をハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。まずはベース塗装です。色分けする箇所に下地を塗っていきます。今回使ったのはファレホのモデルカラーでホワイトグレー。少しグレー味を帯びた白カラー。顔料を含んで下地にはもってこいの白塗料と思っております。水で溶いて薄めながら塗っていきます。一手間ですが、この下地があるないでは、この後の塗装効率が違ってくるので、漏れなくしっかり塗っていきます。今回はこのホワイトグレーを下地に使いましたが、同じくベース塗装では、他に、ファレホゲームカラーのデッドホワイト、モデルカラーのライトフレッシュ、パンツァーエースの肌色ハイライトカラーなんかを用いています。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所は平筆、ハケを使って時短させ、効率よく塗装をしました。このパートで塗装に要した時間は約60分でした。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。モデルカラーはファレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩で様々なジャンルの模型、プラモデル、フィギュア塗装に応用できます。水溶性で無臭、速乾、均一で色ムラが出にくい、マットな仕上がり。これらが何といってもファレホの魅力です。伝説の大将軍編では第9弾のキットでした。戦国伝シリーズ第1作の武者7人周辺や SD ガンダム外伝シリーズとも関わるキャラクターです。ギミックとして過去のナイトガンダムの鎧も装着できるパーツ設定になっていました。パーツは5色の成形で武者キットですが、メッキパーツはなし。スプリングとポリキャップとシールが付属です。武器として3叉の槍、白金の盾、銀狼剣、メガビームガンが付属です。色分けの1色目は緑から、モデルカラーのライトグリーンです。武器の昇竜の矢の一部に、明るい緑の塗料で隠蔽力も強く扱いやすい。銀狼剣の柄の部分、そして頭部、腕部、脚部に濃いグレーです。モデルカラーのダークグレーを使いました。黒の代わりに使ったりすることもある適度な粘性の扱いやすいカラーです。メガビームガンは変形し、足を立たせることでガンダムマーク3はブラスターケンタウロス形態にパワーアップします。そして武者ガンセイバーに持たせることができるボーナスパーツとして昇竜の矢がついていました。ガンダムマーク3が外伝ワールドのリンクを担い、以前に作った武者ガンセイバーはコマンドワールドのリンクを担った存在で、このクロスオーバーが伝説の大将軍編の特徴であり見ものです。孤高の武者でかつて2代目ガンダム大将軍の時代、つまり武者7人周辺でその7人に匹敵する実力を持ちながらも過信する性格が災いして仲違い。秘宝白金の盾を持って姿を消したのが先祖という設定の武者ガンダムマーク3でした。落雷とともに消えた武者ガンダムマーク3は中世風の異世界でナイトガンダムというナイトに生まれ変わったとされていました。続いて額の9の文字の書き入れに銀色、ゲームカラーのシルバーを用いました。極細筆で丁寧に書き入れました。モデルカラーのライトグレーです。腕部、頭部に主に、下地の白も効いて一発で色が乗っていきます。先祖同様、己の力しか信用しておらず、ガンダムマーク3もアナハイム山の頂上で一人で修行をしていました。正義の証の盾を持っていたので、クリスタルフェニックスに認められ、マーク3大将軍になります。仲間を信じられないマーク3は、真の力を発揮できず、大将軍にはふさわしくないと、その力を自ら返上してしまいます。その後、仲間の大切さを知り、新生小ガンダムとしてガンダム軍団を率い、新生大将軍を支えることになります。赤です。ゲームカラーのブラッディレッドです。
頭部、胴体の一部に鮮やかな赤カラーです。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色をメインとしています。粘度は低め、隠蔽力や塗膜は強い特徴を持っています。パレホの隠蔽力が強いのは顔料の含有量、比率が高く設計されているということと、その粒子一つ一つが細かく、そのため均一に塗れるという特性を持っていることによります。新 SD 戦国伝伝説の大将軍編は武者ガンダムシリーズの第5作です。ストーリーはなかなか見応えがあります。これまでに烈光、烈空、烈波の3列陣、ガンダム白竜大帝、ガンダムアシュラ王、武者ガンセイバーを制作してきました。次にはみ出し箇所の補修も兼ねて青です。モデルカラーのブルーを使用しました。腕部、脚部、三叉の槍の持ち手の部分に。色分けの最後はウォーハンマーカラーのベース、レトリビューターアーマーゴールドです。BB 戦士、特に戦国伝のキットでは欠かせない金色。パレホのいろんなメタリックと比べても、ゴールドでは屈指の粘性と隠蔽力を誇る優秀な塗料です。胴体、腕部、武器の各所に。ウォーハンマーカラーはホビー用の水性アクリル塗料。塗料の食いつきも良く、隠蔽力が高いので、下地の色を気にせずに塗ることができます。最後にフェイスの墨入れです。マービー4ドローイングのブラック 0.03mm マーカーを使用しました。塗料は水性アクリルのウォーハンマーカラーとパレホを併用、オール筆塗りで色付けをしていきました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の塗装で使用した塗料はこちら。塗装後のパーツは水性トップコート、艶消しを全体に吹きかけて乾燥させて完成。色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。このパートでは軽装タイプを組み立てます。新 SD 戦国伝と銘打たれたシリーズは、この後の7人の超将軍編、超機動大将軍編へと連なっていきます。それ以後の冠は超 SD 戦国伝となります。武器防具と並べてフロントビューからリアビューがこちら。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー119ガンダムマーク3その1の塗装の今回は軽装タイプと武器防具編でした。次回武装パーツを塗装、2種類の武者形態を完成させます。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。